言葉って、言霊の凄さとは、言ったことがもう一度言わなきゃならない現象が出てくるよ。だから言葉を気をつけよう。もう一回この言葉を言うような現象は起きてほしくないような言葉なら言わないこと。で、幸せとは意志なの。わかるかな？幸せっていうのはどうしても幸せの方に持ってくの。今日もご飯が食えて幸せだなとか、朝起きて幸せだなとかね、意志で持ってくの。こんにちは、ついてるチャンネルです。いつも視聴ありがとうございます。今回のお話は、ひとりさんが天が守護してくれるというお話です。よかったらチャンネル登録、コメントお願いします。ではどうぞ。今21世紀で千年周期で波動が変わるんだけど、特に今世紀というのは今までの考え方で仕事をしてもなぜかうまくいかないんです。で、それは新しい波動になったから、新しい波動になるとなぜか昔のやり方でうまくいってたことがいかなくなっちゃうよっていうことなんです。で、これからは夜明けの時代ですから、今までの戦争の世紀、20世紀ってね、ずっと戦争やってたんです。本当に1000年回ぐらい。でもこれからは愛の時代が来るんです。で、その愛の時代にふさわしい仕事の仕方をしないと、仕事もうまくいかないですよっていうことなんです。人間って心と体、それから外見っていうのがあるんですよね。心と体だけではなくて、外から人が見るでしょ？見たときに、あんまり汚い格好してるっていうのは、人に不愉快を与えるし、当人もなんか綺麗じゃないことで自信を失っちゃうんだよね。だから、そういうのを綺麗にしてあげることも大切だし、体というものも丈夫にしてあげたり、元気にしてあげないと幸せになれないよね。それから心の中の問題なんだけど、今地球天国っていうようなものをCD やなんかいっぱい配ってるんだけど、そういうことを丸カンの人たちってできる環境にあるんだよね。それで今までの仕事っていうのは仕事として物を売るとか商売としてものを考えてたのは20世紀なんだけど、21世紀っていうのはそうじゃないの。これから商売だって、20世紀って戦争の時代だからね、商売も同業者に負けたくないとか、そういうような考えなんだけど、そういうことしてて両方今全部仕事自体がダメになっちゃってる。今生き残ってるところってどういうところですかっていうと、自分が乗り込んでってそこの街を活気づけたい。同業者なんかも自分が元気でやってる姿を見て、一生懸命やりたくなっちゃう。そういう同業者すら救っちゃうんだっていう心構えの人しか、うまく伸びないんです。天が味方しないんです。昔は同業者っていうのは、どこにも負けたくないとか、売り上げ上げてとか、っていうライバル意識だったんだけど、なぜかライバル意識を持ってるとこって両方ダメになってお客さんが来ない時代になっちゃってる。で、これからの時代っていうのは何人人を助けたかっていうことなの。だから不思議なんだけど、地球天国のテープやなんかいっぱい聞かして助かった人が多いと、なぜかそこのお店って繁盛するの。だから、物を売るより何人助けたか。そして、助かった人の多いところほど、そこのお店も助かるっていう愛の形になぜかなってきちゃってる。ね、その時に、なんで自分は、例えば、なんで私は福岡なんだろう。なんで私は岩手に生まれたんだろう。なんで私はこの町に生まれたんだろう。って言った時に絶対偶然はないの。その町を見渡した時に、そこの町で苦しんでる人。例えば魂的に苦しんでる人だったら、地球天国のテープ聞きなとか、ね。
落ち込んじゃってるような性格の人だとしたら、ちょっとだけ化粧してごらん。外見が変わったらこんなに変わるよとか、天国ことは言ってごらんとか、ね。膝が痛い、腰が痛いんだったら、膝腰のみなとか、そういうことで何人救えるか。で、救った数が自分の使命なんだ。で、これからはどのぐらい仕事に使命を持てるかなんだ。使命感があるかどうかなの。この場所じゃいけないんじゃなくて、神様がこの場所をくれたんだ。で、見渡してみたとき、そこの村の人のために何ができるだろう。この町の人に何ができるだろう。で、何人人を助けられるだろうか。そう思ったときに、その村の人たちが、ああ、ここのお店があってよかった。あなたがいてよかった。あなたに助けられたんだ。っていう人が何人出るんだろうか。で、物を売ろう、商売しようっていうつもりだけで商売をしても、21世紀はなぜかうまくいかないよ。そういう波動なの。で、また、ひとりさんのファンのお店やりたい人とか、それからマルカンさんやってるような人って、精神的な人がすごく多いの。だから正直言って、今まで物が一個も売れなかったような人でもいいの。物を売らなくたって、テープ聞いてもらったり、ね、天国言葉の紙配ったりして、助かった人が多いと、なぜか物は売れるようになっちゃう。それでまたそういうつもりになると、類は友を呼ぶと言って、同じような人助けしたい波動の人がなぜか来るの。ね。だから、神様がここに自分を置いてくれたんだ。この町になぜ生まれたのか。ね。この県に自分はなぜ生まれたのか。ここで何ができるんだろう。ね。この町の人が自分を助けてくれるんじゃないの。自分が助けた人間があなたを助けてくれるんだよ。21世紀の商売の仕方ってもう違うんだよって。争うんじゃないよって。争うより助け合うの。で、助け合うよりまず助けるの。ね。うちの人たちはね、しっかりテープ聞いたりね、天国言葉喋ったり、してください。そして自分が生まれた意義、自分は何をするべきなのか、そのことを考えたら自然と仕事ってうまくいきます。やっとそういう時代が来たんだ。人のなんつうの、足すくったりね、どんな悪いことしても儲ければいいなんて時代はもう通らないの。もうテレビ見てても何でもわかるでしょ。ね、悪いことした人ってどんな大きくなってもどんどん落っこってっちゃう。その代わしこれからはね、黙々と人助けをした人のとこへ人が必ず来るの。だから、そういう時代に生まれ合わせた自分が幸せで争わないで助けながら生きられる、最高の時代だと思います。よろしくお願いいたします。はい、このテープの中で、千年周期で波動が変わるって言うんだけど、実は波動が変わるのに2000年かかっちゃったんだよって話なんだけど、なぜ2000年かかったかは、ちょっと言えないんだけどね、この世の中っていうのは実は陰と陽のバランスでできてる。ところが、なぜか今は男性と女性が同じぐらいの力を持ってるのね。同権と言ってね、男女同権って言うでしょ。それが持ってるんだけど、今まで女性の地位が圧倒的に抑えられてた。それでってことは何ですかって言うと、女性は陰なんだけど陽の波動が強すぎるの。で、陽の波動が強くなると、この陽というのは必ず争い事と戦争を起こすの。だから戦争の規模がどんどん大きくなってきて、最後本当に原爆まで作るような状態になってきちゃったんだよね。で、それで人類が終わるかと思ったんだけど、神の摂理でその間だんだん女性の地位が向上してきて、今日本なんていう国は特に本当に同じぐらいの
バランスになってるのね。それで、この男と女、陰と陽のバランスが取れたとき、平和が来て、それで愛の時代になってくる。それで21世紀はちょうどそういう時代になってきた。だから特にこの日本で商売する人とか仕事する人、だから今まで20世紀の間はね、この前ちょっと箱根駅伝見てたんだけど、箱根駅伝でも他のゲームでも監督の厳しいところ、神々言ってて、もう負けるな負けるなって、そればっかり言ってる、争い事だと思ってる人、競争だと思ってる人、戦争のように思ってる人、そういうところはなぜか勝てないんです。不思議なもんなんだけど、野球チームでも何でもそう、いろんなところでスパルタで監督がビシビシやってたところは、20世紀の間勝ててたんです。ところがそれがなぜか勝てないんです。波動が変わるとはそういうことなの。で、陰と陽のバランスが取れてきたの。ありがたいことに。だから日本の中でも戦争はないよって。この波動で戦争は起きないの。で、平和になるんだよって。で、平和になると流れが全部変わってくる。本当にいい時代だからね。その中で自分も誰かを助ける。この街を明るくするんだ。この街から不幸な人をなくすんだ。この県から自分は不幸な人をなくすんだ。そのためにこの県にいるんだって気がついた人。ね。劣等感で悩んでる人いるんだ。地球天国聞かしたいなとか、天国言葉を教えたいな。何でもいいの。うちの仕事じゃなくてもいいんだよ。なんか同業でやってることがあって、薬屋さんと一緒にやってようが、ね、他の仕事とうちの仕事やってる人もいるの。うちのものは売れないかわかんないんだよ。それでも他のものが売れる。結局あなたが助かればいいの。ね。うちのものが売れようが何しようが、それはみんながあなたへ助けてもらったんだったら、あなたのところから買いたい。お互い心と心が通じ合うもんなの。ね。そしてみんなが幸せに生きれるの。だから今までのように売り上げばっかし売ってて、ね、なんとか一個でも売り上げ上げようとか、よそのあいつには負けたくないとかっていう人、自然に勝手に消えてっちゃう。遅いようだけどこれが一番早いんだよ。波動が変わったのがね、わかる人がたくさん出ると思います。以上です。夢の実現の仕方を教えます。これから夢は実現します。私の夢をお話しします。このお話は一番評判悪いです。このお話はやめてくれっていう話が散々来てます。身内からです。私はね、やめません。だって夢がなくなったらね、人って寂しいじゃない。だから私はみんなに夢持ってもらいたいんです。で、ひとりさんの夢ってどんな夢だろう。私みんなの夢聞いてると嫌なんです。苦しいんです。夢らしくないんです。私の夢はね、広い牧場を買います。そこに裸の女性を放し飼いにします。それで朝起きると運動代わりに私追っかけてって、誰か捕まえて手ごめにします。それを妻がベランダでユリースで編み物をしながら温かい目で見守ってます。それで私がいないときはみんなが集まって私のことを褒めます。これが私の夢なんです。そしたらこの前ね、真面目そうな人がいて、俺の夢がくだらないどうのこうのって言ったの。じゃあお前遊びに来ないのかと行きますと。大したやつじゃないじゃないかって。でね、なんでそんなこと言うんですか。
なんでそんなことひとりさん言い続けるんですか？だって夢ってさ、叶わないから夢なんだよ。俺月まで行ってね、月からおしっこして家の庭のおしっこに庭の池に便器に入れるんだとかって、それってできないだろうって。できないことを夢って言うんだよって。僕の夢はね、小さくてもいいから一軒お店出したいんです。今フランス料理一生懸命習ってて、フランス料理の小さいお店、バス停でもいいんです。田舎でもいいから一軒店持ちたいんです。それが僕の夢なんです。お前それ夢じゃねえぞって。それ目標とか目的とかってんだよって。目標とか目的なんだから、月1万円ずつでも貯金してりゃいいんだよ。でフランス料理一生懸命やってると、必ず目標っていうのは早く達成するんだよ。みんなね、計画通りにいかないってこといかないんだよ。なぜかというと、もっと早くなっちゃうんだよ。だってちゃんと夢として語ってっからいつまでできねえんだよ。俺の牧場だって未だに完成しねえんだよ。ねだけど目標にすればなんとかだ。それは嘘だけどね、ちゃんとした目標にすればいいんだよ。目標にすれば行動するんだよ。ね、計画練るんだよ。夢って言ってるだけで気が済んでるんだよ。そうじゃないんだよって。夢じゃなくて目標にすると、ね、お店こうやってやるんだとか、やったら経理だっているから少しは覚えようとか、ね、お金貯金しようとかってやってると大概早くなるんだよ。で人生で一番大変なのはね、竹の節と同じでね、一番下の節が一番硬いんだよ。これをね、コツ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 ってやってコーンってやるとこれが穴開いちゃうんだよ。ね。で、これが穴開くと途中は楽だからスーッと出世って誰でも一回壁越えちゃうとスーッと行くんだよ。とまた壁があるんだよ。ところがこの壁が薄いんだよ、下より。ところが人間界ってのは嘘ばっかりついてるから、自然界と違うんだよ。だって小学校より中学校の方が難しい、中学校より大学の方が難しいとか、高校の方が難しい、大学の方が難しいってなるから、だんだん難しいと思ってんだよ。でも自然界にだんだん厚くなるもんとかないんだよ。上行けば行くほど薄くなるんだよ。ところが下から壁見ると、すげえ厚く見えるんだよ。だから薄いんだよ、本当は。だからスコーンと抜いちゃうとまたスッといけるんだよ。でいくらでも抜けちゃうんだよ、本当は。ところが一個出てくるたびに次は難しくて難しくて。次は簡単なんだよ。だから出世するやつってバカバカ出世しちゃうんだよ。ね、なんでかというと簡単だからなんだよ。わかるかい？一番最初が一番難しいんだよ。ね。これからがいい話だからな。これからがいい話だよ。いいかい？みんなが夢という言葉を使いたいなら使ってもいい。じゃあみんなの顔立てて夢にしようよ。いいか？夢を実現させる方法は、夢は小さく努力を大きくするんだよ。それをうまくいかないやつってのはでかい夢を見るんだよ。で努力が小さいんだよ。だからうまくいくわけがねえんだよ。いいかい？ちっちゃいバス停でちっちゃい店でも持てればいい。ね、会社で主任が一番下だとしたら主任になるための努力をいっぱいするんだよ。たかだか主任になるためにこんな努力したやつ見たことねえっつぐらいするんだよ。そうすると主任になるんだよ。で、ここから先なんだよ。そうしたら必ず上を目指すんだよ、人って。上を目指しちゃいけないんだよ。いいかい？自分が主任になったら主任にもなれない人がいるんだよ、下に。その人にやり方を教えるんだよ。ね？バス停のちっちゃい店でも思ったら、お前店ってこうやってやっとモテるんだぞとか、ね、このちっちゃい店でもこうやってやると繁盛できるんだぞって一生懸命人に教えるんだよ。神の配慮でどうしようもねえ分からず屋が来るんだよ。
わかんねえやつだから何回も説明しなきゃなんねえんだよ。そのうち説明してるうちに上手くなってくると、整理できるんだよ、自分の考えが。ね、人間ってこう、ピラミッドだと思いな。自分が三角の頭だとすると、下ができるんだよ。そうすると下、一段上がるんだよ。それをやってると。そうすると、また一段上がると自分のあった、今日は俺は、こんだけの人は神様出してくれたから、その人たちにやり方一生懸命教えるんだよ。ね。で、タケノコでも何でも下から伸びてくんだよ。わかるかい？自然界のもんって下から伸びてくるんだよ。それを上ばっかし見てんだよ。だから転ぶんだよ。下見て歩けって言うんだよ。上見て歩いてっからひっくり返るんだよって。ね。夢は小さく、努力はでかく。それでうまくいったらそのことを惜しみなく下に教えるの。そうするとなぜか上行っちゃうんだよ、もう一個。そしたらまたそうなったやり方を教えるの。そうするとまた上行っちゃうんだから競争も何にもいらないんだよ。俺、こういうとおかしいけど、偉い人とか、すごい人とか一つも知らないの。会ったことない。それよりも人間っていうのは、自分の知りたいことを求めて上見るんだよ。そうじゃないんだよ。自分の知ってることですら求めてる人が下にいるんだよ。その人に教えればいいんだよ。たったそれだけなんだよ。わかるかい？今日こんだけ聞いたら、いいこと聞いたじゃないんだよ。来れなかった人のために教えなきゃいけないんだよ。ね？教えてみるといかに自分の説明がまずいかとかいろいろわかんだよ。それでも下に向かってやってればいいんだよ。最近クソ面白くね話があってね、テレビ見てたらね、中小企業の社長がいっぱい出てきたの。それで最近は不況だからうちあたりみたい中小にも大学でのいい人が来てくれると。なかなかうちみたいとこにはいい人材が集まりませんからっていうの。自分とこに社員がいるんだよ。その社員に向かってうちにはいいのが集まんないって、いいのが集まってっからこの不況に大学で雇えんだろうって、どこ見て物言ってんだよって。自分の足元見ろよって、そのことに感謝しなよって、ね、どこ見てんだよって、ね、ちゃんとしっかり足見て、自分のこんな些細なね、成功談でも喜んでくれる人がいるんだからって、一生懸命話してると必ず上行けるの。ね。そしたらまた経験積んだらまた惜しみなく教えるの。すると上行くんだよ。わかるかい？夢ってのは寝てから見るんだよ。わかるかい？起きてる時に上言言っちゃダメだよ。寝言は寝てから、上言は死ぬ前、休むのは死んでから。俺一生懸命やってんだよ、これでも。俺講演会50何箇所って、俺全部50箇所か。全部俺自前だよ、これタダでやってんだよ。いまだかつて講演会やって1円ももらったことない。旅費も俺持ちだよ、俺。ご飯自分で食ってんだよ、俺。本当にホテル代も出してんだよ。日本中行ったんだよって。でも喜んでくれる人がいるんだよ。だから一生懸命やるんだよって。夢の話、本当はね、ちょっと目標があるんだって。目標って言うと明確に分かってくるよ。私の目標はね、結婚することですって。結婚のこと誰でもしてるよって。
いや、夢がね、結婚することって言うとなかなか叶わないの。でも目標が結婚することとかっていうとね、じゃあ結婚相談所行こうとか、なんかやること出てくるの。人って行動しなきゃダメだよ。足踏みしてたって前に進まないんだよ。歩かないとダメだよ。かけちゃダメだよ。止まっちゃダメだよ。こうやって立ってると貧血起こすんだよ。だから俺さっきからうろうろしてんだよ。だって足の筋肉って動かさないとダメなんだもん。かけて大阪までは行けないよ、俺は。でも歩いてなら大阪まで行けんだよ。歩くってのは止まるが少ない。止まんの少ないけんね、こうやってブラブラ歩いてら大阪だってさ、日本国中だって行けるんだよ。人生ってね、早く行こうとしちゃダメだよ。止まっちゃダメだよ。で、一歩ずつ目標を立ててね、俺はどこ行くんだったらこうやってやって行けばいいの。その間楽しくね、夢は小さく、努力は大きく。今若い人が苦しんでんの。僕夢がないんですって。で、大きい夢持ちになって大きい夢持ったってできねえんだよ。そのうち挫折して苦しくなっちゃうんだよ。夢は小さくな。そうすると成功するから。そしたら成功者として人に物を教え出したら、その人は成功した上にいい人なんだよ。そしたらもっと成功するんだよ。ね。人生の成功と社会的成功を全部手に入れられるんだよ、この方法は。やってみて。ひとりさんって機嫌いいですよねって。俺機嫌がいいんです。それでね、いつも幸せなんです。で、幸せってね、不幸とは感情なんです。不幸とは湧き上がるものなんです。だから自分は不幸なことばっかり考えちゃうって言うけど、考えてないから不幸になるんです。人間というのは不幸なことを考えるようにできてるんです。なぜかというと、これから冬が来ると、冬が来たら大変だとか、ね、食料がなくなったら大変だとかって、不幸を考えるようにできてるの。で、幸せとは意志なの。わかるかな？幸せっていうのは、どうしても幸せの方に持ってくの。今日もご飯が食えて幸せだなとか、朝起きて幸せだなとかね、意志で持ってくの。だから、意志とはね、人間の舵なの。舵って船のね、山舵の舵じゃないよ。ね、面舵取り舵の舵なの。で、俺たちは舵がついてるの。で、感情的に生きるのが人間らしいって言うけど、猿でも何でも感情的に生きてるの。人間だけが意志があるの。それでね、なんか長々こんな話しちゃいけないんだけどさ、人は上機嫌で生きるの。で、今日すごく美味しかったの。でも俺とんでもないまずい料理が出てきても上機嫌なの。そんなことで機嫌を崩しちゃいけないの。だから日本中からひとりさんに会いに来る人いるんだけど、今日機嫌が悪かったり明日機嫌が悪かったりしたら周りにいる人大変なの。ひとりさんと会って機嫌が悪いの見た人いないの。だからいつでもどこでもみんなが会いに来てくれるの。で、嫌なことがあっても機嫌よくしてる修行なの。でね、この修行をやるとすごい楽しいの。この世の中の最高のボランティアとは機嫌よくしてることなの。機嫌の悪いやつがいると周りが気使うの。で、自分の機嫌は自分で取るの。人に機嫌取らしちゃダメなの。自分の機嫌ぐらい自分で取って生きていくの。上機嫌と中機嫌と不機嫌があるの。不機嫌のやつには不機嫌な出来事がしょっちゅう起きるの。普通にしてていいことありませんか？普通のやつは普通のことしか起きないんだよ。わかるかい？幸せってのは与えられた幸せは全部逃げてく。全部裏切るんだよ。人から与えられるもんじゃないんだよ。幸せってのは。うちの姉さんがね、この前まで不幸だったんだよ。二言目にはね、私はいいからお前幸せになんなっつうんだよ。
まんじゅう分けてんじゃねえんだよ。幸せとは物じゃないんだよ。幸せとはその人が気づいて感じるものなんだよ。中にはね、ひとりさんみたい大金持ちになったから幸せなんですけど、幸せだから金持ちになったんだよ。俺は金のない時からずっとこうやって生きてきたんだよ。幸せとはまんじゅう分けてんじゃないんだよ。自分が幸せだと思うことなの。俺は病気してても幸せなの。本当に俺の病室だけ看護婦がいつもいっぱいでハーレムのようだったんだよ。看護婦とか思っちゃったらコスプレだと思われるけど人間ってね、どんな風に思ってもいいけど自分の機嫌を上機嫌に持ってくので、これができないと周りが迷惑するんだよって。で、周りに迷惑かけるっていうのは、嫌なやつが、ここへ嫌なやつが来てブスッとしてると、あれ怒り出すんじゃねえかって。不幸は移るんだよ。あなたが不幸の種をまいたら、麦まきゃ麦刈り取る時が絶対来るんだよ。じゃがいもまいたらじゃがいもが出てくんだよ。上機嫌をいつもまいてる人間には上機嫌なことが起きるんだよ。これを上機嫌の奇跡って言うんだよ。だから俺は上機嫌の奇跡がいつも起きるんだよ。俺はこの神崎も通ってただけなんだよ。それが今日もこうやってやってね、忘年会呼んでもらって、で、なんで俺がここで話をしてんだってあるんだけどでもこれもね、神崎で俺がね、怒ったような顔、悲しいような顔してたらきっと声がかかんなかったと思うの。いつも上機嫌でいたからね、こういう奇跡が起きたんだと思うんだよね。だから上機嫌に持ってく舵を持ってるんだよね。ともかく朝目覚めたら目覚めたんだよ。目覚めなかったやつがいっぱいいるんだって人はそうだよ、そのまま死んじゃったやつは何人もいるんだよ。目覚めなかったやつがいるの。目覚めたら幸せなの。ご飯食えたら幸せなの。意外、物食う時黙って食ったら黙って朝飯なんで、美味しいねっつったら美味しい朝飯になるの。それを言霊っつうの。で、幸せってのは黙ってちゃダメなの。幸せだねって言うの。で、言葉についてくるの。不機嫌なやつ、人はね、笑顔になれば心が緩んで幸せになるの。だから微笑めばいいの。不幸なやつは微笑みが足んないんだよ。楽しいから笑うんじゃないんだよ。笑うから人は楽しくなるんだよ。本当にそうなんだよ。だから笑いながら悲しむことはできないんだよ。わざとあくびするとあくびって出るんだよ。あくびをすれば内臓が緩むようになってるの。で、人は笑顔にして愛のある天国言葉を喋れば幸せになるようにできてるの。だから神様は舵も何もくれてるの。ハンドルもあるの。顔の筋肉は自分で動かせるの。笑顔にできるの。で、笑顔になるから楽しいことを考え出すの。何かを変えればいいんだよ。般若心経はこの世の全てのものには構成要素があるんです。構成要素、缶麹っていうのは缶と水と麹豆と、ね、砂糖とミルクなんだよ。あれから缶を取ったら缶麹じゃないんだよ。暗いことを考え、暗そうな顔をし、暗い発言をしてて、何か一個やめればいいんだよ。何か一個やめればいいんだよ。ね、で、俺たちひとりさん仲間は上機嫌の修行をしてんの。滝に打たれるのも修行、座禅も修行なんだよ。でもどんな修行よりいいのは上機嫌でいる修行なんだよ。で、滝に打たれて悟り開いたっつっても、悟り開いてどうすんの？不機嫌に生きるの？ブスッとしてんの？結局上機嫌に生きるんだよ。悟りとはね、上機嫌に生きるということなの。だから最高の上機嫌で生きる修行なの。俺たち旅館行くと1枚で10枚かけたぐらい重い布団が出てくるからあんの。どっちが重いかとかみんなで共同布団が重いぐらいで上機嫌を崩しちゃいけないの。
戦いなの。で、それを俺は修行だと思って生きてるの。だから、毎日上機嫌で生きることが俺の修行なの。で、習い性になっちゃってるから、ちょっとぞっとのことじゃ、俺の上機嫌は崩れないの。で、みんなも、もしやる気があったら、今日から上機嫌で修行をやってみるとね、本当に楽しい。これでね、上機嫌で生きるようになってもったいなくて不機嫌でいられないの。もったいないんだよ。もう1時間がもったいない。1日がもったいないの。黙ってたら上機嫌なんか1年のうち1日しかないんだよ。意図的にやれば毎日上機嫌なんだよ。1年で10年分も20年分も楽しいんだよ。ね、不機嫌な人生なんて嫌だよ。ね。で、上機嫌でいれば奇跡が起きる。上機嫌な人がこの店に入ってきただけで、ウェイトさんからなんから全部が上機嫌にだんだんなってくるんだよ。不機嫌な人間がいるだけで不機嫌になってくるんだよ。あなたは何を発信してますかって。どうせなら上機嫌をまいて、上機嫌を刈り取ろうよ。ね、上機嫌の実がなるから。ね、ろくでもないもんまいてね。今日も私は上機嫌です。どうもありがとう。言葉には言葉の法則というのがあるんです。で、このことが分かると面白いんだけど、お釈迦様もね、愚痴とか悪口、それから怒りとか、そういうこと言っちゃダメですよって言ってるんですけど、なんでですかっていうと、実は言葉っていうのは、泣き言を言うと、もう一度泣き言を言わなければいけないことが起きるんです。で、その言葉と同じことを、例えば、もういつもイライラしてると、なんであいつ、俺のところだけ、こうやって、なんつうの、食べ物運んでくるの忘れたりするんだわ。従業員頭いくんなとかって言うと、必ずそれをもう一回言わなきゃいけない。例えばお店で起きるとか、それでもまたタクシーに乗ったら感じの悪い人がいるとかっていう。イライラして、イライラを口に出すと、もう一回それを言わなきゃいけない現象が起きるんです。だから、あなたの周りでも、旦那の悪口とか、姑の悪口とか、周りの人の悪口とか、ずーっと言ってる人いますよね。そうすると、もう一回それを言わなきゃなんない現象が起きるんです。だから、ありがたいねとか、まあうちの会社はほら、ついてるっていうことを広めて、ついてる神社があるぐらいだからね。ついてるって言ってると、ついてると、また言いたくなっちゃう現象が起きるんです。で、時々、言いたくないような現象が起きます。ついてないって言いたくなっちゃうような現象が起きます。これが神様の試験って言うんです。で、これを答えを出して、それでもついてるって言うと、とんでもないぐらいのついてることが起きちゃうんです。松下幸之助さんがね、若い頃船の水上バスみたいのがあって、それに乗ってた時に、船員さんの人がね、船の横をこうやって歩いてたの。昔って無茶なことすっからね、船のこう横の薄い板の上こう歩いてて、で揺れたら落っこちそうになった時にね、松下幸之助さんのことを掴んじゃって、一緒に落っこっちゃったの。ね。そしたらその時に、松下幸之助さんは、俺みたく、そんなにね、泳ぎもできない。死んで当然なのが、あそこでみんなに助けられて生きてた。自分ぐらいついてる人間はいないって言ったのね。で、普通の人間だったらなんで俺が乗っかってるだけ掴まれて落っこってね、俺はついてないって言っちゃうとこ、俺はそれでも生きてた。なんてついてる人間なんだろうって言ったんだよね。その結果あの人は日本一になっちゃったの。そうするともう次から次とついてるって言いたくなるようなことが起きちゃうの。だからこのその一言が次を生むの。だから嫌なことばっかり起きちゃうのよって言うと同時にまた言わなきゃならない現象が起きるよって。ね。だから、ついてる、ありがとうねとか、感謝してるよっ
って言うと、また感謝したくなるようなことが必ず起きるの。ありがとうねって言うと、またありがとうって言いたくなるようなことが起きるの。ありがとうとか、感謝してるよとか、俺ついてるんだよ、こうやって日本に生まれてこの会社に入れ、ついてるんだよって言ったと同時に、この会社に入れてよかった、ついてるっていうような現象が起きるの。ね。で、本当にこう、リストラされて辞めていくときも、お世話になりました言って、でも大丈夫ですよ、俺ついてるからって言ったときは、本当に辞めてよかったっていうぐらい、あそこの会社じゃなくてよかったっていうぐらい、ついてることが起きるの。辞めさせられてついてねえんだとかね、俺だけ辞めさせてずっと恨んでやるとかって言ってると、またその、恨まなきゃいけない現象が起きるの。だから言葉って言うと、それをもう一回言わなきゃいけない現象が起きるよ。で、そのことを知らないから、エンドレスでずーっと人って、泣き言。それから俺は許せねえんだ、あいつをって言ってると、次にまた許せない現象が起きる。この国の政治は何なんだ、許せないって言うと、また許せない現象が起きる。で、テレビ見て、また俺は許せないんだ、許せないんだっていう現象が起きるの。ね。だから、ああ、感謝してるよとか、幸せだよとかって言ってると、感謝することが起きるの。次々と起きるの。だから、言葉って、言霊の凄さとは、言ったことが、もう一度言わなきゃならない現象が出てくるよ。だから言葉を気をつけよう。もう一回この言葉を言うような現象は起きてほしくないような言葉なら言わないこと。それでもう一回ありがとうね。ありがたいことって何回も起きてほしいじゃない。感謝してるよ。ね。感謝とかありがとうって私言えないんですって。あんたの言ってることってどんなこと？愚痴ですか？泣き言ですか？悪口ですか？ね。そんなこと言ってるんだよね。だからエンドレスでそれが続くんだよね。で、それを、この法則があるということだけ覚えておいてください。そして言葉に気をつけてください。で、どうせなら楽しいねとか、美味しいねとか、嬉しいねとか、何度も起きること。それで、それが実は周りの人にすごい心地よさを与えるの。最高の波動を与えるんだよ。急についてる神社の話になっちゃうんだけど、ストラップ買う。そうすると、鈴木さんでもいいのね。鈴木恵美子さんという人がいたら、鈴木恵美子さんに全ての焼きことがなだれのことが起きます。おめでとうございます。万歳万歳って言うと、全員が万歳万歳ってしてくれる。ね。そうすると、ものすごくみんな喜ぶの。色光ってもやってくれるの。こんなことでこんなことまでしてくれるんですかって言うと、そこでみんなが万歳万歳って言ったその波動は消えないの。そのストラップに残るの。そうするとそのストラップを持った時に、そのことを思い出すの。あ、これで万歳してくれたんだよな。あの時楽しかったよな。で、いい波動ってね、いい波動として残ってるの。で、それをこうやって持ったりするだけで落ち着くの。ね、だから、イライラしてるのと、そういういいものを持って、ね、思い出の品みたいなのをこうやって持つのと全然違うんだよって。ね、だからそれで起きる現象が違ってきちゃうんだよ。ね、みんな幸せになるような言葉を使ってほしいし、幸せになるようなものがあったらいいよね。高いものとかそういうんじゃないよ。みんなが愛を込めてくれて、自分のために万歳してくれるじゃない。で、した人も幸せなんだよ。ね。で、そんなつもりで、あの万歳ってそういうことなのかっていうことが分かってくれると、すごく嬉しいです。幸せだなって言ったら幸せになることが起きますよ。はい、ありがとうございます。斉藤ひとりさんの言葉には、宇宙の法則や人生の不思議な側面に関する深い洞察があります。ひとりさんは、人が他者に理解されない状況にあるとき、宇宙がその人に対して特別なサポートを提供することを話してくれます。このお話は、人生の道のりが時には孤独や理解されないといった困難を伴うことを示唆しています。しかし、そのような状況にあるときこそ、宇宙の摂理が力強く働くというのです。人が他人に理解されないと感じるとき、その背後には彼らが自らの道を見出し、
成長するための機会が潜んでいる可能性があります。宇宙の法則に従うということは、自己の本質や目的を理解し、それに向かって進むことを意味します。他人の理解や認可を待つのではなく、自己の内なる声に従い、自らの道を歩むことが重要です。そしてそのような自己の探求が宇宙の力を引き寄せ、人生を豊かにするのです。斉藤ひとりさんは、人が他者から理解されないことを感じるときこそ、宇宙が特別な助けをすると述べています。孤独や理解されにくさは、人の成長が力強くなるための試練として受け入れられるべきものです。そしてそのような試練を乗り越えることで、人は宇宙の摂理と調和を取り戻し、自己実現への道を歩むことができるのです。このお話は、人が他者に理解されないと感じるときには、その状況を受け入れ、自らの内なる声に従うということが重要であることを示唆しています。宇宙は常に私たちを見守り、自己の成長と発展を支援する力を持っています。それゆえ、人が孤独や理解されにくいと感じるときこそ、宇宙が最も強力な味方となるのです。感謝しています。